こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やひろゆき氏など、数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。日頃忙しくて動画を見てる暇ないという方は、こちらもぜひご利用してみてください。で、また先日、ラプト BTC に関しての動画も上げましたので、まだ見てない方はこちらもぜひ見てみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、バンエクと20アシャーズが申請してたソラナ ETF の 90B4 フォームがシーボのサイトから削除されているのが話題になっています。まだ理由が明らかになってませんけども、情報筋によるという情報ではですね、SEC とシーボが協議した結果、ソラナは証券の可能性があるということで取り下げられたんじゃないかという話ですね。で、ソラナに関しては SEC がはっきりソラナは証券ですと主張してたので、元から厳しいんじゃないかと見られてましたけども、やはりこの証券問題が絡んできてますね。で、ソラナは今のところ単独で弱くはなってないですけども、その後の展開に注目ですね。あとはフランクリン・テンプルドンがビットコインとイーサの混合 ETF、フランクリン・クリプト・インデックス ETF の S1 を申請しています。先日のハッシュデックスと同じような動きになってますね。あとはビットワイズが欧州の ETP 企業 ETC グループの買収を発表しています。これで欧州の仮想通貨 ETP9 つがビットワイズのものとなりまして、ビットワイズの運用資産総額は45億ドル、ビットワイズの勢力拡大につながったとされています。で、また先週の仮想通貨投資商品全般のフローが公開されてまして、全体では純流入プラスとなってるんですが、ソラナが3890万ドルの流出を記録しています。週間流出額では過去最高ということで注目されてますね。で、要因としては最近盛り上がってたソラナミームの人気の低下などが挙げられてますけども、ソラナ ETF 申請から盛り上がりも一息つきましたし、様々な面で見ても一旦調整フェーズなのかなと、個人的には思いますね。で、また前の週から各国からまんべんなく流入があることから、市場としては盛り上がる兆候であると見られてましたけども、先週の国ごとのフローを見るとですね、香港、ドイツ、スイスの方で純流出を記録してますね。こちらも今週から盛り返せるのか注目となっています。また昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、グレースケールの流出がゼロですが、他ビットワイズ、インベスコギャラクシーから流出が見られまして、全体でマイナス 0.3 億ドルの純流出となっています。先週はかろうじてプラスとなりましたけども、今週もプラスとなれるのか注目ですね。で、スポットイーサ ETF の方は、こちらいつものグレースケールの流出から全体でマイナスとなっています。3日連続の純流出となるのか注目ですね。一方、香港の方は、ビットコイン、イーサともにゼロを記録しています。あと、市場に影響ありそうなところでは、SEC ゲンスラー氏の財務長官任命説が話題になっていますね。ハリス氏が大統領選で勝利した場合、ゲンスラー氏が財務長官に指名される可能性があると、ワシントンリポーターというメディアが報じています。財務省は米国の金融、税金関連もろもろに携わってますんで、ゲンスラー氏就任で、また仮想通貨界隈に圧力がかかってくるんじゃないかと警戒されています。ただこのワシントンリポーターというメディアはですね、中道右派のメディアとされてまして、一部からはそこまで信用できないというような意見も出てますね。で、また民主党大会が先ほど始まりましたけども、民主党の綱領に仮想通貨関連のものがないことも話題になってますね。先日からクリプト・フォー・ハリスとかの展開でですね、民主党も今後は仮想通貨関連に力を入れていくんじゃないかみたいなことも言われてましたけども、そのクリプト・フォー・ハリスもほとんど中身のないものでしたし、先ほどのゲンスラー氏の件もありますし、やはり共和党、トランプと比べると、あんまり仮想通貨寄りではないのかなと思いますね。あと各メディアが報じている世論調査では、重要な州でほとんどハリスが勝っているというのがよく流れてきますけども、ポールマーケットの賭け市場では、またトランプが盛り返してきています。先週の時点では、ハリス氏が 52%、トランプ氏が
46% ほどだったんですけども、現時点ではまたほぼ同率となってますね。本当にどっちが勝つかわからない状況となってますけども、今後の進捗に注目ですね。ビットコインの価格は現在$65,000あたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、米景気先行指数が予想のマイナス 0.3% に対して結果がマイナス 0.6% と、前回予想を下回る結果となってますけども、市場では想定よりもマシな結果だったという見解も見られまして、米景気後退懸念が若干緩和されてか、あと先週の米住宅着工件数の件の反発もあってか、各指数が再度上昇傾向となっています。で、また先日から岸田首相の総裁選自体や候補の石破茂氏の利上げ推進を匂わす発言など話題になってますけども、市場は再度円高傾向となってますね。米国債昨日は 3.879 を推移しておりまして、ナスダックが 19,766、S&P500 が 5,616、ダウ平均が 48,996、金ゴールドが 2,500 ドル、日経平均が 38,015 円、ドル円が 146.94 円となっております。個別株の方では、バーンスタインのアナリストらが、マイニング企業が AI のデータセンター事業も手掛けていることから、投資家からの関心が高まっているというレポートを出しています。バーンスタインは前からマイニング企業を一生懸命推してますけども、今回は単独で強い印象はないですね。ハット8がプラス 5.89% と、少し強くなっているくらいかなと思います。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 3.12%、額としては310億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.1%、バイナンスミはロングが 58.6% と上売りになっています。今後の指標としては、8月20日に中国のローンプライムレート、スウェーデン、トルコの政策金利、8月21日にタイ、インドネシアの政策金利、8月22日早朝に FOMC 議事録、米 PMI などが控えております。先週の時点では、週足が沈んで、陰線になる可能性があるとお伝えしましたけども、そのような展開になったんじゃないかなと思いますよね。そして週明け、先ほどお伝えした先週からの反発から、米指数が上向いてですね、ビットコインも日本市場が明けた後、9時半あたりから1000ドル幅の上昇を見せまして、OI も上昇傾向と、現在6万ドル台となっています。指標としては、8月22日の FOMC 議事録と米 PMI、パウエル議長の発言が決壊されてますね。チャートだけ見たら、時間足では底値を切り上げながら、6万ドルを突破して勢いあるように見えますけれども、先日からお伝えしている通り、この6万2000が非常に抵抗強そうに見えますし、指標も並んでるので、まだ楽観的にはならないのかなと思います。短期では上は6万2000を超えられるかどうか、下サイド5万8000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサの価格は現在2650ドル、BTC 建ては 0.0438 と、先週からはほぼ同水準となっています。先物の方では、OI は全体でプラス 0.19%、額としては106億ドル相当、比率として全体ではショートが 50.6%、バイナンスミはロングが 72.0% と、若干下売りになっています。イーサ新たな単独パンダもなくですね、市場に沿って動いています。ビットコインと比べると若干弱く、OI も増えてないです。で、まだ伸びしろあるとも取られますけども、こちらもドル建てでは2800の抵抗を超えれない限りは楽観的にはなれなそうですね。明日再度2500のラインで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。ナイジェリアの国税局 FIRS が9月までに仮想通貨課税法案を提出する意向を表明しています。FIRS 高官はですね、ナイジェリアの経済発展に害を及ばさないような形で暗号通貨を規制する計画を立てる必要があると声明を出しています。ナイジェリアは先日もインフレ反対運動支援で集まった仮想通貨を凍結したりと、仮想通貨に対しての規制が厳しいイメージがありますね。あとマレーシアではビットコインのマイニングで電力を盗んだ疑いで7人が逮捕されています。総額25万マレーシアリンギット、約 5.7 万ドル相当とされています。マレーシアでは2018年から2023年の間にですね、マイニング関連で 7.7 億ドル相当の電力盗難被害が出ているということで、現在でも取り締まりに力を入れているみたいですね。あと他では仮想通貨関連アプリで詐欺被害に遭った人が Google に対して訴訟を起こしたのも話題になっています。
被害者は Google Pay でヨービットプロをダウンロードして460万ドルを入金と。で、その後、利益が出て、残高が700万ドルになったので、引き出そうとしたら、タックスで50万ドルを要求されたと。で、その後さらに200万ドル請求されて、脅迫されたことから異変に気づいて、消費者金融保護局に連絡したが、Google はこのアプリを削除するのに3ヶ月かかったと。Google の責任でもあるということで、Google に対して500万ドル以上の損害賠償を求めています。ヨービットってめちゃくちゃ昔からありますよね。草コイン取引所の一つで、私も触ったことありますけども、今触ってる人いるんですかね。これが通ったとしたら、また被害者も出て、賠償金が膨らみそうですよね。あとは元 NBA 選手、シャキール・オニール氏への一部の判決が下ってます。このシャキール・オニール氏はですね、ソラナの NFT プロジェクト、アストラルズを至るところで PR してまして、NFT の価格が30ソロになるまで、アストラルズは開発を止めないと、煽りと捉えられてもおかしくないようなことを言及してました。ただその後、FTX ショックなどもありまして、アストラルズの価格が暴落と。で、この購入者側は、大損した原因として、このオニール氏も運営側で責任者があるとして訴えてまして、で、それに対してオニール氏の弁護側は、オニールは運営側でも販売側でもないと、関与を否定してたんですけども、今回裁判所からオニール氏は販売側であるという判決が下ってます。で、このアストラルズの NFT と、関連のギャラクシートークンに関しては、証券問題でも揉めてまして、全然終わりが見えないんですけども、アストラルズの NFT は、現在フロアは 0.17 ソルと、沈んだままとなってます。2022年の一時はですね、20ソルまで上がってますけども、その後は浮上することなくしぼんでますね。当時流行った NFT は大体このような形になってますけども、NFT の証券問題とインフルエンサー問題、どちらも抱えているアストラルズの今後の進捗に注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。トロン vs SEC 裁判の続報になりますね。これまでの流れとしては、SEC がトロン財団とジャスティン氏を証券詐欺で訴えてまして、それに対してトロン側はですね、BTT とトロンの販売は SEC が証券認定の基準にしているハウイテストの基準を満たしてないと、証券ではないと反論してました。で、その後 SEC はですね、ハウイの定義を誤解してると、もう一回回答を提出しろと訴えてたんですけども、それが今回、不要なやり取りだということで、裁判所から却下されたというような話ですね。こうやって見ると、裁判自体あんまり進んでなくて、すごい小さいことのように見えるんですけども、界隈ではですね、そのトロンが SEC に勝ったとか、見出しだけが踊ってて、市場は盛り上がってるように見えますね。トロンの価格は現在 0.14 ドル、BTC 建てはプラス 3.2% と比較的強くなってます。時価総額は11位ですね。週足でも今年2月の高値付近となってますけども、このまま上へ迎えるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、ビットコインのステーキングプラットフォーム、バビロンが8月22日にメインネットローンチを控えてまして、ソラナのドリフトプロトコルが影市場のベッドをリリースと、あとは VPU 開発のファブリッククリプトグラフィーが3300万ドルの資金調達を発表しています。これらの今後にも注目ですね。今日はこのとかですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。